80バーツやでとか日本はタクシーがめっちゃ高いです。太鼓チャンネル。サワディーカー。サワディーカー。太鼓のタッキーです。めぐみです。今日は私は本帰国を4月にしてめぐみさんは今一時帰国中なのでタイから日本に帰って驚いたことめっちゃ驚いたこといっぱいあって、住みやすいところから住みにくいところまでいろいろ思ったことがあるのでちょっとまとめてみようかなと思います。じゃあ1つ目、電車の乗り換えがめちゃくちゃめんどくさい。複雑だからね。そう今特に関東に私住んでるんで、知らないとことかで待ち合わせになることも今まで住んだことなんか多いんですけど、何線に乗り換えるとか、乗り換え案内アプリをこう移動中ずっと見てることになるんですよ。不安すぎて、何分に着って出てるのを見て次は何線乗り換えなあかんからダッシュで次のホームまで走って行ったりとかするのがめちゃくちゃストレスですし、1日1万歩ぐらいやっぱ歩くようになりました。バイタクがないもんね。そうなんですよ本当にそうで主な移動手段が電車だから、駅まで歩くっていうのがめっちゃ増えましたね。本当にでも痩せないよね。そうなんですよ2つ目何でもキャッシュレス決済、みんなもう携帯で支払いますみたいな、ペイペイです、楽天ペイでお願いしますみたいな感じで最初ついていけなくて、ポイントカードにポイントもつくし、その支払い方法でもポイント二重につけれるから、絶対使った方がお得ですよね。なんだけど最初やっぱちょっと抵抗がありますよ。なんか割り勘とかも、じゃあペイペイで送るみたいな、あるじゃないですか。ペイペイで送るみたいなどうやってみたいに最初なりましたね。でも慣れると楽だね。いや使い始められるとめっちゃ楽ですし、ポイント貯まるし、使ったら使った分だけ還元率良くなるじゃないですか。画期的。3つ目は傘めっちゃ使う。タイで一切傘を使ったことがなくて日傘もささない派やったんでそれはでもタイの人ってささないじゃないですか、小雨ぐらいやったら。ビニール袋ね。そうとか傘さしてる人って本当にいなかったと思うんですけど、日本って本当すぐビニール傘みんなさして、どんな小雨でも、でも私はあんま気にしないからさしてへんかったら、入れるよみたいな、持ってないのみたいな、入れるよって言われる。そうでしょ、いいよって言っちゃう。確かにそうなんですよ。さしてないと変な目で見られるっていうか、かわいそうな目で見られちゃうんで頑張ってさしてます偉いね。トイレの蓋を日本は必ず閉めてから流すじゃない？でもタイってさ閉まってるってことはさトイレ詰まってますよっていうサインだから。でも日本はさ閉めるのが普通だから、それにまだ慣れないです。だからドキドキしながら入ります。閉まってるとトイレ詰まってんのかなって思っちゃうんだけど、怖いですもん開けるの、しまだやっぱ拭いてゴミ箱に捨てたくなっちゃうんで流していいのかなって詰まらないかな。でも娘とかめっちゃ言いますもん、これ流していいのトイレにいいよね。戸惑うね。本当にみたいな。ちょっとやっぱゴミ箱探しちゃいますもん、トイレ入ったら。次いきます。はゴミ捨てが大変。こんなに分かれてるんです。分別しないとね、いけないもんね。燃えるゴミの曜日も毎日出せるわけじゃなくて、曜日決まってますし、週2回しかないですし、正解も誰も教えてくれないから、しかもゴミ捨てに関してなんとなく空気読むしかなくて、なんか私前大阪の池田市ってとこ住んでたんですけど、そこは市の指定のゴミ袋使わないとダメだったんですよ。あるよね。もう池田市は専用の池田市って書いてるゴミ袋じゃダメなんですよ。それなのかどうかも横浜市は分かんなかったんで、最初もう松木を行った時にゴミ袋専用のあるんかなと思って見に行ったらなかったんですよ。そこら辺にいる人に「すいません、この市って指定のゴミ袋ってありますか?」とか聞いて、なんか私多分宇宙とかから来た人なんか外国人かなと思ったんじゃない？ゴミ袋とか何を何曜日捨てるかとか皆さんご注意ください。市によって違いますので次、エスカレーターに乗った時にタイは右立ちして左を歩く人に譲ってたんだけど、日本は左立ちで右をほら歩いていくじゃない？関東そうですよね。
関西は右立ちです。あ、そうなんだ。はい、まあ、私出身広島ですけど、広島は左立ちなんで、本当に関西だけ右なんですけど、日本の。あ、そうなんだ。タイもでも、意識したことなかったですね。あ、そう、私も人に注意されて。両方立ってたりしますしね、タイは。歩く概念があんまなくないですか、エスカレーターを。日本の人って本当にちゃんと列に並んで、こう立つ人と歩く人と分かれるなってめっちゃ思いました、関東来て。みんなイライラしてるからそうそう。確か、はい、娘が4月から小1なんですけど、歩いて一人で小学校まで行くことが衝撃で、最初とかも不安で、電柱の影からこうならないよね、生きてるかなみたいな。海外じゃありえないもんね。ありえない。子供を一人で歩かせるのが心配だよね。ここはね、やっぱりちょっと日本が遅れてんだと思うよ。なんかもう海外と同じ考えでさ、子供一人で歩かしたら警察に捕まるぐらいにしていかないとさ、もう犯罪が増える一方だよね。心配だよ。危ない事件もありますから。はい、次。日本はお酒がね、何時でも買えるのね。まゆみちゃんはいまだに何時だっけ今、お酒買える、大丈夫そうって思ってしまうそうです。2時過ぎてるってなります。だいぶタイ生活がもう肌に馴染んじゃってたね。そうですね、もう体に染みついちゃって2時は過ぎたらあかんっていうはい、何でもバーツ換算してお得さを確認してしまいます。どういうこと？例えば、お刺身とかが300円やった時に、こんな入ってて80バーツやでとかこの野菜やタイやったら30バーツってことやでとか言って特に今バーツ高いじゃないですか、3.8 とかやってるんで、今のバーツやったら余計よみたいな話になっちゃって余計よタイで日本円やったらこうやな言ってる人あるけど、それはある、それはある。最後、日本はタクシーがめっちゃ高いですめっちゃ高くて、タイって本当30分とか乗っても300とかじゃないですか。スワンナとか行っても300、1000円とかってことでしょ。考えられない。日本で30分も乗ったら乗らないから分からない、怖くて乗れない。社会人の時とか、どうしてももう終電なくてとかの時とかは、やっぱ20分とかの離れた家でも乗ったりすることありましたけど、やっぱ8000円とかしますからね。タイって本当に空いてたら20分とかでもめっちゃ200バーツでええよとかあったりしますし、本当にありがたいね。しかもそれこそだから終電も気にしなくてよかったわけですよ、タイだったら。日本はもう終電に縛られて全員が生きてますからこれちょっと人によりますけど渋谷とかも終電間際だったらもう人がもうみんな電車で帰らなあかんから溢れ返って、タイじゃ考えられないんですよ。そんな終電なんて気にする人一人もいませんからもう初乗りでだって500何本のやつもありますし、600何本で帰りますけど、日本じゃもうタクシーなんて乗られへんの庶民はって思いますね。売卓が欲しいなってめっちゃ思います。カムバック売卓ということで、いかがだったでしょうか。何か共感するものありましたでしょうか何かあるはずちょっと独断と偏見なんですけど、住んで2ヶ月で感じたギャップとか、これ思い出しちゃうなみたいなことをちょっと動画にしてみました。この動画がいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。久しぶりに動画に登場しましたね。そうだね、確かに。たまには思い出してください。めぐみさんは言うてる間にタイにまた戻りますので。はい、戻ります。